お久しぶりでございます。ひまわりまさでございます。いやー、お久しぶりでございます。久しぶりの顔出しということで、今日も楽しくカメラのお話をしていこうと思います。さあ、今日はですね、こちら、はい、やっとこいつのお話が皆さんの前でできるということでですね、僕は今ね、すごく興奮しております。私ですね、このソニーのシネマラインの FX3 というですね、一応シネマカメラ、中身は α7S3 と同じですね、このシネマラインのカメラを購入いたしまして、もうすぐ1ヶ月が経とうとしております。いや、ごめんなさい、1ヶ月が経ちました。FX3 を買った感動をそのままこうやってレビューにしていこうと思ったんですけども、このカメラ、正直言うと僕が身の丈に合ってないんですよ要は僕のレベルで買うカメラではないんですよ。はい。なのでこいつのこのカメラを1ヶ月徹底的に使い込んだ上で、この FX3 さんのお話をさせていただこうと思っております。僕がこれに合ってないんですよ。僕の方が下ですからね。はい。僕のレベルでああだこうだ言えるカメラではございません。だけど1ヶ月使い込んだので、今どういう状況でどういう設定で使っているのかとかっていうので、いろいろとお話ししていこうと思います。正直言いますと、まだまだ僕はこいつのポテンシャルを引き出しておりません。ラチチュード15プラスストップの S-Log3 でのカラーグレーディング、僕はまだやっておりません。ダヴィンチとかでグレーディングをしていないので、ちゃんとこいつの性能をまず引き出しておりません。あとトップハンドルを使ったですね XLR マイクの、高音質の録画、これもしておりません。マイクを持っておりません。そして XAVC SI オールインターですね、それの 4K での高画質の録画もですね、容量が大きくなってしまいまして、僕が今使っている SD カード 64GB ではですね、容量が足りなくて、まだこいつも使っておりません。なので、こいつの、性能をフルでポテンシャルを引き出しておりませんというのを前提でお話を聞いていただきたいと思います。あくまで僕の撮影や編集環境、ビデオグラファーと呼ぶにはですね、程遠いカメラ大好きなただの整体師のお話ということをですね、前提に聞いていただけるといいなと思っております。今日お話しする内容、大体5個お話ししていこうと思います。まず FX3、これを購入してよかったのかどうか。はい。そしてなぜ α7S3 ではなくこの FX3 を購入したのか。そして FX3 のいいところ悪いところ、そして現在の僕のこの FX3 の設定、そして僕ですね、iPhone、iPad アプリのですね、LumaFusion ユーザーでございます。はい。その LumaFusion ユーザーにはこの FX3 はおすすめかどうか、こういう点でこの5つの項目についてお話ししていこうと思います。はい。それではね、早速行ってみたいと思います。どうぞ。それでは早速行ってみたいと思います。まずはじめ、この FX3 を買ってよかったのかどうか。よかったですよ。もう最高ですよ。もう感動の嵐でございました。大奮発をいたしましてですね、はい、こちら。G マスターのですね、SEL2470GM 標準ズームのですね、G マスターのレンズ、これも一緒に購入いたしました。この段階で僕レベルではもう撮れないものはない状態にいたしました。今回ですね、今撮影しています α6500 からの乗り換えということで、APS-C センサーからフルサイズというですね、点でもいろんな変化がございました。というよりかも、センサーサイズの違いというよりかは、カメラの進化にですね、びっくりいたしましたよね。予算的にもですね、今回購入したらもうしばらくですね、レンズとかそういうものは買えないということで、この1本でですね、
どんな状況にもですね、対応できるという点でですね、この最高峰の G マスター、これを選びました。これでですね、性能的にもですね、価格的にも、これ以上ないという状態にしました。あとはですね、僕の腕次第なんですよね。はい。で、購入してですね、1週間。これはですね、もう感動の日々ですよ。うわ、なんて綺麗な映像が撮れるんだと。はい。そして、それからですね、苦悩の日々でございました。いやー、辛かったですね。辛いというか、楽しいんですよ。楽しいんですけども、自分のですね、腕のなさ、これをですね、痛感させられた1ヶ月でございました。この2つで取れないものはないし、画質的にもう僕の中ではもう最高レベル、もう僕の中ではこれ以上がないというセットで撮影していますので、取れないということは僕の腕がないんですよ。はい。ですね、そういうこともありましてですね、動画、映像という面でね、しっかり向かい合えたという面でもですね、僕はこの FX3 買ってよかったなと思っています。もういろんなことをですね、勉強いたしまして、いろんなものを吸収しまして、いやーなんかね、いいです。楽しいですね、今ね。映像を撮りたい、作りたいというですね、意欲に駆られております。そういう面でもですね、買ってよかったなと思っています。性能面ではですね、僕なんかが評価できるものではございません。もう最高でございました。はい。なぜ α7S3 ではなく、この FX3 を購入したのか。ここですね、結構迷っている方多いと思うんですよ。いろんな YouTuber の方はですね、α7S3 使っている方が多いんですよ。でも動画っていうとこの FX3 だと。どっちを買ったらいいんだ。で、その中で僕はなぜ今回このね、FX3 を買ったのか。答えは、かっこよかったからですよ。はい。見た目が僕すごく大好きなんですよね。はい。そんなこんなですね、買ったんですけども、いろいろ使ってみますとですね、α7S3 とのですね、違いが結構ありました。それをですね、このままお話ししていこうと思います。はい。正直言いますと、中身、性能面ではですね、α7S3 と全く一緒でございます。要は、外観の違いでございますよね。これが違うんです。要は、この見た目とボタンの配置とか作り込みが違う。これが動画ファースト。動画用に作られているというところが違いなんですよね。はい。α7S3 は、要は写真機の上に動画機能が載っています。っていう感じですよね。これは FX3 はベースが動画なんですよ。動画性能がメインで、一応写真が撮れますよっていう感じ。オールラウンドでいきますと、α7S3 の方がもちろん使いやすいと思うんですけども、動画という点では、この FX3 が確実に使いやすいと思います。僕はですね、このα7S3 もですね、ヨドバシカメラでですね、もう嫌というほどですね、触りまくりまして、その違いをですね、実感してまいりました。こちら FX3 はですね、ここに冷却ファンが入っているので、冷却ファンが入ってるんですよ、ここに。わかるかな？はい、入っているので、長時間の撮影に対応できるというですね、電池バッテリーが持つまでは全然撮影できますよということなんですけども、僕はそこまで撮影をしないので、この良し悪しはわかりません。ただですね、一つ分かったことが、このグリップの形状がですね、もう動画ユーザーにはたまらんですよ。はい。例えばですね、はい。この、はい。グリップを握ったときに、この FX3 というものは、親指が自然とこのレッグボタンの上に行きます。はい。はい。で、α7S3 は、握ったときに、人差し指が自然とシャッターボタンの上に行きます。これがこのグリップの形状によって、ここがですね、FX3 はこの下に、こっち側に
いくことによって、手首が人間工学的にこうなるようになってるので、わかります？ここの傾斜がこっちに行ってるので、持った時にこうなるんですよ。そうすることによって、レッグボタンに自然と親指が乗るので、例えば基本的に動画撮影ってこう撮りますよね。はい。この時にもう自然と乗っかってるので、自然なレッグボタンでの撮影ができる。これがもうね、使いやすい。本当にいい。はい。この違いですね、結構動画ユーザーにはですね、大きな違いかなと思います。はい。で、こちらご覧になっていただくと分かると思うんですけども、はい。このですね、上面が、わかります？この辺のものっていうのは、普通のカメラ、写真用のカメラであると、大体この辺についてるボタンがですね、この上面についてるんですよ。はい。ジョイスティックしかり、カスタムボタンが3つ。はい。初めの設定だと、ここが、IS といって絞り、ホワイトバランス、ISO感度っていう風に、要は、ここの上面だけで基本的な設定はできますよということでございます。なので、いちいちこの背面ボタンをいじらなくても、あると思うんですよ。撮ってて、設定変えたいなと思ったら、こうやってこっち背面を見て、また撮るっていう。これがないんですよ。ずっとこの位置で撮りながら、ここの親指だけでいろんな操作ができる。これだけでもめちゃくちゃ撮影ははかどりました。はい。あとですね、いろいろありますよね。このですね、はい。この、はい、バリアングル。この開くですね、ここの、あれかな、ここにへっこみがあるので、開くときはこうなんですよ。はい。開くときがこうなんですよ。はい。α7S3 は、ここについてるので、こう開くんですよ。これが、実際にヨドバシでいろいろ触ってみたら、意外と開きにくかったんですよ。僕は FX3 を使ってからの α7S3 だったんで、ここにつまみがあるのがね、すごく使いづらかったという印象があります。簡単にこう、ふっと開くのがね、めちゃくちゃ楽でございました。はい。で、やっぱりですね、ファインダーがない分ですね、はい。ここがスッキリするんですよね。はい。なので、マイクをつけたときに、僕この、お金ないんでね、今ね、はい、このね、安いね、このマイクを使ってるんですけども、はい。こうやるとすごくバランスがいいですよね。はい。この、コンパクトに収まる。これがですね、すごくいいなと思いました。はい。この、ファインダーがない部分ですね、いろんなことができるということでございます。そしてですね、トップハンドル。これが一つの魅力ではあるんですけどね。このトップハンドルをつけたときに、これですね、いろんなカメラでもそうですよね、皆さん。例えばこういうトップハンドル。リグをつけてですね、今ちょっと α6500 で使ってるんですけども、こういったトップハンドルをですね、リグにつけたカメラでこう持つ場合があるじゃないですか。ね。例えばこうですよね。こうですよね。こう持ちますよね。はい。この時に、皆さん、レッグボタンどうしてます？レッグボタン。わざわざ、ここでロックボタンを押してこうしていません？はい。これ超僕めんどくさくて、これがですね、めんどくさくて、僕、前にですね、わざわざですね、この、レッグボタン付きのですね、このトップハンドル買ったんですよ。ここで、このケーブルをつないで、ここのボタンでレッグをスタートできるってね。これ便利だったんですよ。これ便利ですごく良かったんですよね。はい。だけど、こいつの場合はトップハンドルつけました。はい。レッグどこで押すかっていうと、これです。ここで押せるんですよ。はい。ここにですね、カスタムボタンが1個あるんですよね。はい。ここでレッグができるっていうのはめちゃくちゃいいですよ。こう撮影してて、わざわざ持ち替えなくていいんですよ。こうとかやんなくていいんですよ。このまま、ちょんって。これがめちゃくちゃ楽でしたね。はい。はい。例えばこうやってね、このス
タイルも最強でしたね。はい。この2470ね、こいつも素晴らしいレンズでしたよ。これで撮影するときなんかは、まあね、でかいから、なるべく構図変えたくないので、トップハンドルから手を離したくない。でも、レッグボタンここだったら、大変なんですよ。でも、ここの場合は、そのまますぐ、こうっていう風に、この切り替えが簡単にできるっていうのが、めちゃくちゃね、撮影がはかどりました。ねえ、いや、めっちゃ良かったっすよ。はい。非常に、まあ、この3つかな。うん。このグリップの形状、そしてこの背面のこれ、そしてこのレッグボタン、ここ。はい。で、あとこのファインダーがない分、すっきり収まるというですね、この点がすごく良かったね。このトップハンドルってやっぱ撮影しやすい。本当に撮影しやすい。だけども、なくても、わかるかな、これでいいんですよ。はい。このですね、まあ、スタップつけるところが、また形状がですね、こっちで見ると分かるかな。まあ、すごく変わってる。ほんと動画用にですね、カチャカチャ音が鳴んないように、そして頑丈な作りになっています。だけども、そこを今こうやってピークデザインの、これ、アンカーリンクスで使ってるので、使えないんですよね。はい。その場合に、こういうところを使いまして、こうやってグリップを強められるとですね、はい。こののがこう、キュッともうね、こう、キュッと締められるんですよね。こうすると、もうね、もう落ちないんですよね。うん。グリップもすごく上がるので。そしてこれ、グリップがいいっていうことは、このままわかるかな？これで撮影ができるのがめっちゃいいんですよ。うん。はい。これね、そうなんですよ。さっき言い忘れましたね。僕がね、このハンドルのこれをね、ずっと前から持ってるんですよ。ただ、あまり使っていませんでした。それなぜかというと、今までは、前にさっき言った通り、握ると自然と人差し指がシャッターボタンに行くような構造だったので、強く締めちゃうと、レッグボタン、これが押しづらいんですよね。はい。僕はカスタムボタン2とか、ここにあったじゃないですか。レッグボタンがね。そこを押すのにわざわざ一回抜かないといけないっていうね。この作業があったので、僕このハンドルグリップを使っていなかったんですけども、この FX3 は、もうそのまま、固めてそのまま撮影ができますよスタイルなんで、はい。このままでいけるんですよ。これがね、最高に良かった。もうこのまま固めていくらでもレッグボタンがしやすい。そして、この3つのカスタムボタンをこのままできるので、撮影をしながらこのままの状態でほとんどの設定が完了してしまうというですね、いいですよね。またここがズームリングがあります。ズームレバーがありますので、これで全画素超解像ズームもちょこちょこでやっていきながら、できるということでございますよ。うわ、もうね、話してるだけでね、めっちゃ楽しいですよね。はい。で、もう結構時間経っちゃったんで、今日はこのぐらいにしておきましょうかね。まだですね、いいところ悪いところ、現在の設定、ルマフュージョンユーザー、これはちょっと次回に回そうかな。そういう感じで、今日はですね、この FX3 のですね、魅力をですね、存分にお話しさせていただきました。はい。久々の顔出しということでですね、ベラベラとお話しさせていただきました。この動画はですね、参考になりました。ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、次回もですね、カメラのお話と、いろんな映像もね、アップできればいいなと思っております。それではですね、また次回の動画でお会いいたしましょう。次回はね、このね、現在の設定とか、ルマフュージョンユーザー、これにどうなのかっていう部分をね、お話ししていこうと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。